我ら秘伝正規軍。この稲村選手、この大きな体を生かす、名刀のごとく日本刀のごとく切れ味鋭い、稲村っていう。ああ、なるほど。なんで倒れたのか、多分これで倒れたって気づかないので、これはプロレスにはない速さですね。こんにちは、白川龍です。今日は、再びノアの道場に来ました。秘伝正規軍ということで、今回は、チームを組んで撮影をしております。ではメンバーを紹介します。GHC ヘビー級チャンピオン清宮海斗選手です。そしてストロングマン稲村良樹選手です。そしてタイド世界大会4連覇超人中野哲司先生です。そしてプロレス格闘技に精通する実践派古代忍者習志野清流窟先生です。はい、よろしくお願いします。清宮選手、稲村選手、中野先生、そして習志野先生と、秘伝正規軍ということでチームを作って撮影しております。習志野先生、秘伝混合部に忍者いたんですけど、その方とは何も関係ないですよね。なんかわかんないですけど似てる人いるらしいんですよね。これなんかちょっと頭打ってあんまり最近のこと覚えてないですけど、はい。もう清宮選手のチャンネルでは元日の、剣王選手戦に向けてさまざまな特訓してたので、ぜひ清宮選手のチャンネルありがとうございました。いや、本当にありがとうございました。ものすごい勉強になりました。でも前回のこのコラボで、プロレスとこの合気道の相性の差っていうのを、感じましたよね。いや、この受け身のこうリンクするところだったり、いろいろ、はい、感じました。それに視聴者の方多分たくさん気づいたと思うんですけど、稲村選手のこの頭の回転の速さ、コメント力、そして武術への理解度なんですか。もう短い間で理解しようという気持ちが前面に出た結果だと思います。この肉体で、そしてこの頭の回転の速さ、もうすごい高いポテンシャルを感じたんですよ。はい、ありがとうございます。で前回のコラボでは清宮選手清宮スペシャルって技、ありがとうございます。もう本当に一流プロレスの方に大変おこがましいんですけど、ちょっと紹介させていただいたんです。今回はこの稲村選手、この大きな体を生かす合気道の技がありますので、本当ですか。はい、それをちょっと紹介していただいて、もしよはいければこうプロレスに生かしていきたいと、ちょっと本当におこがましいんですけど、名前まで考えてきて、ありがとうございます。名刀のごとく日本刀のごとく切れ味鋭い稲村。ああ、なるほど。先生方もぜひ今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。稲村選手の体の大きさを生かした技を紹介したいんですけど、普段私もあんまりやらないんですけど、危ないです。耳投げっていう相手の代表的な技なんですけど、ちょっと危険なバージョンでいきます。例えば突き来た時にこれ恐ろしいの一言です。プロレスラリアートそうですね。似てるんですけど、そうですね。実利居合っていうの居合、違うんですよ。例えば小橋健太選手の剛腕ラリアート、小島聡選手とか吉浦彦選手の剛腕ラリアート、すごい好きなんですけど、武術家的な視点から見たら、ラリアットって必ずしも効率がいい体の使い方じゃないです。っていうのは一般人が真似したら全然これ結構力が入らないので、まさにプロレスラーだからこその圧倒的な力が出せる。ラリアットの構造っていうのはこのままこっち
ちに水平に引っかかるんですけど、今のって今の一瞬でです一瞬で、はい、実はかけてたんですね。ラリアットは普通は水平にこう行くので、ちょっと持ってもらっていいですか、軽く。そしたら簡単にこう押さえられますよ。こういってるんですよ、下に。そうですね。そう、はい。力が乗りはい、ます。水平じゃなくて両手でやると簡単にやるんですけど、ここからこうですよね。それをぐっと下にほら入ってる。そうですね。だからこう行くのではなくて、実はこういうふうに。はい。ここって結構構造上、人間の体の構造上って弱いんですよ、実は。はい七瀬の先生のチャンネルでも言ったように、こっち体の表側と裏側って考えて、表側って実は弱くて、はいこうぶつかった時に表側だけ使うと力って弱くてこう跳ね返されたんですけど、これ跳ね返されないようにするには体を丸めて背中の筋肉裏側も使うとこう強く当たれるっていう理論で、つまりこのまま行くのではなくて、ここから手を返すだけで、いわゆるカイナを返すって言うんですけど、腕を返すだけでこの腕の構造上めちゃめちゃ強くなるんですよ。このまま行くだけでもこれよりは構造上、人間の構造上は強い。なるほど。だからこう普通にこう行くのと、はいこう行く、はいそして下に感じ方が変わりません、いや、すごいですね。今片手でもこんな。はい、そうなんですよ。片手で同じ全然力入れてなくても、はい水平に行くのと斜め下に行くのってこれだけ、こんな簡単に動かされると思わなかったんで。だからそれが大きな選手であれば、より強い力が生まれることがこれはすごいです。なんか力を持って合気道が使えたらめちゃめちゃ強いんじゃないかなって僕の中で思ってます。はい、パワープラス術理、利合が入ると最強の技ができると思ったので、これ稲村選手にぴったりかなと。ちょっと水平にこう普通のラリアット的な動きでこう力かかるのと、そしたらそのちょっと本気で押してもらっていいですか。こういう感じと、あとカイナを返す、腕をこう返すだけでまた同じ力で。ほら、おお、本当だ。重さ違いますよね。はい、体持ってかれちゃいます。はい、それだけこう返すだけで全然構造が変わっちゃうんですよ。ヒットの瞬間って感じじゃなくてこの形でですね、本当はヒットの瞬間だけの方が速さは生まれるんですけど、でも最初からこう返しながら打ってる、はい、構造上強くなるので腕は硬くなります。そういうこはい、さっきの入り身投げってちょっとラリアットより速さはなかったです。こう腕が開く瞬間がないですね。この状態って結構弱くて、この状態負けちゃってる状態、体が開いてる状態なので、開いてる瞬間がなくて、縦に入る角度が、はい、違います。こうではなくて縦に、と。なるほど。左手が違うんだと思う。はい、それは相手の何かしらの攻撃が入ったところを払って入った。はい、ですから角度、こう入ったとこっちに入って横じゃなくて斜め下に入る。こう入れてほしいってこと。こう入れてほしいってこと。なるほど。はい。普通だったらこうです。そう、はい。確かにいいですか。これはゆっくりでよくて、ゆっくりでよくて、この角度でシュッと入れてからちょっと体重かける練習しましょう。入れてから。すみません。下げ走ります。入れる練習だけ。こう、それからこの方向。そう。これちょっとじゃあ受けないですか。全然感覚がラリアットと違う感覚なんですよ。ここにヒュッと入りますよね。それの後にそう。そしたらそう。倒れちゃいます。はい、あれは抵抗ができないですよ。鳴らし忘れても。はい。いいですか。これをちょっと死のない程度で。普通に行くだけでも痛いんですけど、ただこう入れてゆっくり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 さばいてゆっくり。そして体重グッと。術理でかなりそう術理で技で力使わなくてもいけんですけど、これに力を。そうそれで力使ったらさらに中野先生おお。す
これは知らない動きです。このちょっとじゃあ鳴らしますいいですか。これってラリアットとかで例えばあまりこう詰まったら結構上に上げるの難しいじゃないですか。これの場合には使えまして、もし詰まったらこの手を返していけるという利点もあるんですよ。詰まってしまったよという時に手を上からそうこの返しで強くなる。この時にこう遠慮で下ろしていく。そういいね普通に倒れますよね。もう別にちょっとやってる方が不思議すぎるんですよ。全然力使ってないですよね。これは体が大きい人の方がうまく使えるんですよね。もちろん小さい人でもできるんですけど、大きい人耐えようとしてみてももちろん耐えてください。その前ちょっと耐えまし倒れるね。最初のだって最初に崩れたらもう無理です。もっとじゃあこういう状態からもできる。これぐらいの時でもいけたりする。そう詰まった時本当はこっちを使いたいんですけど、これ合わせるぐらい。あとなるほど。視点をここで詰まってるなって片視点にして回すんですよ。この状態でここで肘で返すのを肩をして、そうなんです。それが細かい。そういや聞こえてたここで詰まったところで勝負しないで違う視点を使うので、これ片視点であと手を返す。初動というか最初の動きは普通にこうそうです。肩はしてんです。抵抗できないな。そう抵抗できないんですよ。七島先生にちょっと耐えてもらっていいですか。普通にすごく体の使い方がお上手でいらっしゃる。繊細ですよね、やっぱ。そう稲村選手体大きいんですけど繊細に使うので繊細本当に技になってます。じゃジャブとかもそうなんですけど、脱力から速さが生まれるので、握ると緊張感が生まれるので、ギリギリまで握らないで投げると返す。だからギリギリまでこう柔らかく使っておいて、投げる瞬間だけで返すと速さが生まれる。だからあとは相手に横で当てるんじゃなくて、本当突き刺すぐらいにしてパッと入る。そう横で当てるんじゃなくて突き刺す。すげえ。ちょっと練習2杯受け身みたいな。ちょっとでもやっぱ慣れない動きなんで怖さがあります。そうですね。ショートレンジとかでもだからショートレンジでこうブーストよくありますから、それも同じようにしてバーンっていけば。怖い。すごい技術の方が怖い。いやなんか自分の知らない力。でもまたね、ラリアットとは違う力の使い方なんですよ。この手の返しと、そしてこの斜め下に切り落としてるんですよ。また手を返すときに白川先生はこの足も一緒にいってる時があって、あれ多分今こう遠いので、この返すんだったら右足出した方がもうちょっとエグないになると思いますけど、2種類あって、そう踏み込みとそのままの両方使えるんですよ。ちょっと練習してみましょう。そうもっと一緒に行った方が。足がされるとされてる方はこうなりますよね。なるほど。本当はそう足出した方がいいんですけど、こう足を結構難しくてパッと出した時に結構難しいんですよ。動き的には直線ですか。直線なんですよ。直線踏み込み大きく直線で回ってきちゃうとなんです。回ってたんです。直線と直線がバーンとぶつかるように交錯するようにするんですよ。こう来た時に交錯。いいっすね。肩の視点が勝手にここに来るようになってるんですよ。手じゃなくてここそのものが前に出るんですね。そう。だから本当にもうカウンターで入れるくらいの勢いで、そうここからめぐい首なくなりそう。そうそれをそう角度がやっぱりいいっすね。
名刀稲村名刀稲村速くなればだからこうパーンって本当にすごいぐらいそうこれ握ってるとなかなかこの速さ出ないですよ、握ったら出ない速さここが固まってます。そう脱力からパーンって確かに名刀稲村で行くんだったら最後こっちの方が映えるかもしれないですよね。そして行動上は強い、握らなくても強いし速さが速いですね。これはプロレスにはない速さですね。ここを追求することはなかなか。稲村先生走ってってやってもいいし終わってからパーンってやってもいいので。私ですか。それで首なくなりそう。ます痛い今のはなんか吸い込まれるように今のはちょっと短かったかも。最後良かったですね、こう角度が巻きつくような。そう巻きつくような感じなんですよ。今体でいっちゃった感じがあります。足もうちょっと出すとそうはい。取ります足踏み込んではいいいですねタイミングおおうわ。誰やっても変わってきますね。いいですね。そう。結構ラリアットは厳しいですけど、これはそうです。スパーンスパーンと横からじゃなくて縦から入るんだよね。最後ちょっと成果として今日ちょっと申し訳ないんですけど、受けてもらっていいですか。もう全然大丈夫です。はい。本当申し訳ない。やっぱチャンピオンの方に受けてもらうの申し訳ないですけど、武道の世界でも上位の人が下位の選手に、下位の人にお弟子さんとかですとか後輩とかに受け身取ると、上達するんですよ。また受け身が上手い人が導いてあげるじゃないですけど、受け身を取って上達していくので、ちょっと本当チャンピオンにあ、いやいや、とんでもないです、とんでもないです。いやいや、合気道とプロレスの発展で。あ、よかった。わかりました。注文が。いやもうチャンピオンなので、あれをよし。じゃあ。危険なので、今一発だけちょっと本当に、最初練習しますのでいいですか。またちょっと練習してから。真ん中立って。オッケー。止まってるから。もっとこうですか。そうですね。本当の技ですと、ちょっとこう引きやれば合気道の技になる。これ斜めを狙うので、こう入ればですね。はい。そう、はい、そこです、そこです。じゃあ行きます。受け身取る。お願いします。よし。倒れます。多分そんなに力加えてない。そうですね。全然力加えてないんで。なんか力っていう体重乗せ重さを乗せるイメージ、腕に全部。慣れてきてさらにもう本当フルパワーで試合とかでやればすごい。いやもうこれは受け身取るの難しいですね。角度がやっぱまた違いますそうですね。ひねりが入るんでね。いやいやいや、とんでもないです、とんでもないです。いやもうすごい技ができた。すごい技ができた。いやなんか知らない動きのはずなんですけど、これ自体が。でもラリアット、クローズラインと同じ、同じなんていうんですかね、腕一本っていうところでやっぱすぐ馴染んだ感じがありますね。はい。なんだろう、この動きが強いっていうのを知らなかった。それを知った上でやるっていうのは。決して握らなくてもこう返すだけで強くなる、そして握らないことで速さ、そうなんですよ、脱力ができてるから、バーッとね、中野先生得意ですよね、こういう動き。そうですね。でもボクシングとかでも肘上げるパンチ力上がるって言いますよね。それと多分同じ原理かなと。
それのそう脱力使いながら筋力をバーンっていけば、はいぜひもっと稽古します。あ結構もし試合とかで使って大変嬉しいので、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。いやでもこれ食らってる方は本当にわからないので、多分わかんないですよね多分対策というかなんで倒れたのかっていうのが多分これで倒れたって気づかないので、これは本当に試合とかね、ラリアットかなと思いきや全然力使ってなかっ実況の人もわかんないです。あ、ラリアット使ったって思われると思うんですよ。面白いね。た。でも実際ここ実況の人も実況できない。ラリアットプラスこう腰をこう下に崩してるっていうこの2つが入ってますよそうそね。の2つで判断ですよね。最初この手を持ってやられた時にこう膝に体重が全部乗っちゃうと、はい、そう重さがはい腰と膝に、またこのラリアットと分けて使ってもいいかもしれないです。ありがとうございます。おちょっと練習この付き合っていただいて。いやでもこれでどんどん今ねタイトル挑戦のトップ先生に行くのでこの技でさらに上に入ってたら嬉しいですね。はいはい、はい、ありがとうございました。ありがとうありがとうございます。ありがとうございました。ぜひチャンネル各チャンネルで、概要欄に貼っておきますのでぜひ見てください。お願いします。お願いします。合気道の技、帯同の技、忍術の技とそれぞれちょっと連続で受けて、去年ねめちゃめちゃ合気道に受ける前にちょっと前に高い回転落としっていうね。いやー横受け身やっててよかったなと思って。崖を登るみたいなこう指先の力を鍛えるっていうのが、目に入るか口に入るか構わずにガーって掴んで、もしできるなら肉もこうプチって引きちぎりたいんだけどこういうカゴ状の骨なのでカゴの下からこうえぐりたいんですよ。喉であったり筋肉がないととにかく狙いたいんですよ。あああるといいなってほしい。